輩ジャパニーズカフェへようこそ。猫先輩です。森カニです。今日はもう頭を抱えてやってきました。珍しいね。何がそんなに大変なの？来月、友達の結婚式と親戚のお葬式が続くんです。なるほど。今日は冠婚葬祭のマナーを一つずつほどいていこお願いします。何から手をつけていいか本当にわかりません。その前に前回の話を少しだけ振り返ろうか。前回は消費者トラブルと契約の解除でしたよね。そう。キーフレーズはうまいはなしには裏があるだった。あれから変な電話は全部その場で断るようにしています。いい判断だね。今日の話も知っていれば慌てない類の話だよ。まず招待状が届いた時点で私もう固まりました。ああ、わかるよ。だって返事の書き方からもうわからないんですよ。その上金額でしょう。袋でしょう。服でしょう。一気に来るとね、確かに頭が真っ白になるよね。そうなんです。しかも今回お祝いと弔いが両方ですから。その2つはね、似ているようでほとんど正反対なんだ。正反対。お札の新しさも袋の色も包み方も全部逆になる。逆？それ混ぜたら大変じゃないですか。だからこそタイで覚えると一気に楽になるんだよ。なるほど。じゃあ順番にお願いします。いいよ。まずは日本語そのものから確認しよう。冠婚葬祭って4つの漢字でできているよね。言われてみればそうですね。冠は成人、婚は結婚、葬は葬式、祭りは先祖のお祭りを指す。へえ、一つずつ意味があるんですね。つまり人生の節目に行う儀式をまとめた言葉なんだ。節目。そう、区切りのことね。生まれてから先祖になるまでの区切り。壮大ですね。ただ日常会話で冠婚葬祭っていう時はもっと狭い。狭いというと、大抵は結婚式とお葬式のことを指しているよ。じゃあ私が今直面しているのがまさにそれですね。そういうこと。冠婚葬祭は出費がかさむなんて使い方をする。かさむ。増えていくって意味ですよね。そう、積み重なって膨らむ感じ。実感こもってるね。こもりますよ。財布が正直ですから。で、その招待状なんですけど、返信用のハガキが入っていました。往復ハガキね。そこにご出席、ご欠席って印刷されてるじゃないですか。あれ？出席に丸をつけるだけじゃダメなんですか？丸をつけるのは合っている。ただその前に一手間あるんだ。一手間。ご出席の5を二重線で消してから丸をつける。せっかく印刷してあるのに消しちゃうんですか？そこがね、日本語の敬語の面白いところなんだよ。面白いところ。行は相手を立てる字だよね。自分の行動にはつけない。出席するのは私だから、私に敬語を使うのは変。そういうこと。だから相手がつけてくれた敬語を自分で外す。うわ、細かい。でも、理屈は通ってますね。理屈がわかると覚えやすいでしょ。消すのは、ご出席のごだけでいいんですか？いや、自分に向けられた敬語は全部外すのが基本だよ。全部。ご住所、ご方面の頭も消すし、ハテナのゆきも直す。待ってください。ご方面ってどこまで消すんですか？いい質問。ご方までを消して名だけ残すんだ。二文字も消すんですか？方も相手を敬う字だからね。二つ重ねて立ててくれている。なるほど。じゃあ、アテナのゆきはゆきを消して隣に様と書く。これで相手を立て直す。自分のは下げて相手のは上げる。その一言で全部言えてるね。まさにそれが敬語の骨組みだよ。線は定規で引いた方がいいですか？丁寧に見えるからね。慌てて斜めに引くより印象がいい。定規買います。そういう小さい手間が気持ちとして伝わるんだよ。それとね、はがきの空いた場所に一言添えると喜ばれる。何を書けばいいんでしょう？この度はおめでとうございますって始めれば間違いない。その後は、喜んで出席させていただきますと続けると丁寧になる。出席の前に
喜んでを足すんですね。そう、丸をつけた出席にそのままつなげて書く人も多いよ。なんか素敵ですね。ただしこの一言には落とし穴が一つあってね。落とし穴。お祝いの文章では句読点を使わないという習わしがあるんだ。句読点。丸と点のことですか？そう、点を打つと区切りや終わりを連想させるからね。結婚には終わりがない方がいいから。その通り。だから点の代わりに空白か開業で区切るんだ。習わし一つにこんなに願いがこもってるんですね。返事っていつまでに出せばいいものなんですか？だいたい期限が書いてあるけど、1週間以内が親切だよ。そんなに早く？席次や料理の数に関わるからね。早いほど相手が助かる。ああ、人数が決まらないと動けないんですね。そういうこと。ただ、出席が微妙な時は先に電話するといい。もしどうしても行けない時はどうすれば？欠席に丸をして理由をぼかして書くのが大人の書き方だよ。ぼかす。はっきり書かないんですか？やむを得ない事情によりで十分伝わる。理由は問われない。やむを得ない。避けられないってことですね。そうで、特にお悔やみが理由の時は絶対に書かないんだ。なんでですか？正直に伝えた方が。お祝いの席に不幸の話を持ち込まない配慮だよ。ああ、相手を気遣うための嘘なんですね。嘘というより思いやりの形だね。日本語らしい優しさだよ。さて、いよいよ本丸です。金額、いくら包めばいいんですか？友達として出席するなら3万円が基本だと思っていい。3万円。やっぱり高いですね。高く感じるよね。でもね、この3万円には根拠があるんだ。根拠。結婚式の調査だと、料理と飲み物が1人当たり約2万1000円。私が食べる分だけでそんなにかかってるんですか？そう。それに引き、出物などのギフト代がおよそ6000円加わる。合わせると1人をもてなす費用がおよそ2万7000円になる計算だね。2万7000円。じゃあ、2万円だと赤字にさせちゃう。そういう見方もできるね。だから3万円が落ち着きどころなんだ。なるほど。ただの相場じゃなくて意味があったんですね。実際の調査でも友達の4分の3が3万円を包んでいる。ほとんどの人がそこに揃うんですね。揃うね。迷ったら周りに合わせるのが一番角が立たないよ。これ、相手が友達じゃない場合はどうなるんですか？関係が近いほど、それから目上ほど金額は上がっていくよ。例えば、兄や姉として出るなら平均で5万円を超えるくらいだね。5万円。さすが、身内は違いますね。上司として出席する場合も平均は3万円台の半ばになる。立場が上がると、包む光も上がるんですね。そうだね。若い人が無理をする必要はないけどね。あ、そこは無理しなくていいんですか？20代なら2万円でも失礼にならない場面もあるよ。ちょっと安心しました。あとね、夫婦2人で出席するときは1つの袋にまとめる。2人で1つ。金額はどうなるんですか？だいたい5万円ね。2人分で6万円にはしない人が多い。あれ？ 6 万円の方が多いのに、なんでですか？そこが次に話す数字の話につながるんだよ。数字の話、何かあるんですか？お祝いではね、割り切れる数を嫌う習わしがあるんだ。割り切れる。2とか4とか6ですね。そう。割れる、つまり分かれることを連想させると言われている。うわ、そこまで考えるんですか。言葉遊びに近いけどね。日本の縁起は音や形から来ることが多い。じゃあ、2万円は絶対にダメなんですか？最近はね、2をペアと考えて許容する人が随分増えたよ。時代で変わるんですね。変わるね。ただ、避けた方が無難な数字も残っている。どれですか？4と9だね。死と苦を思わせるから金額でも部屋番号でも避ける。ああ、病院やホテルでも見かけないやつですね。そう。だから4万円と9万円はお祝いでは選ばない。覚えました。3と5は安全。4と9は避ける。完璧だね。奇数を選ぶと覚えておけばまず外さないよ。次は袋ですよね。売り場で見たら種類が多すぎました。確かに迷うよね。
まず見るのは真ん中の紐だよ。紐。あれを水引といってね、結び方に意味があるんだ。結び方で意味が変わる。包丁結びは引っ張れば何度でも結び直せるよね。靴紐と同じですね。そう。だから何があってもいい祝い事に使う。出産や入学だね。あ、じゃあ結婚式には使わない。結婚は一度きりであってほしいものだからね。うわ、危ない。何度も結べる方がめでたいと思ってました。そこみんな一度は間違えるところなんだ。じゃあ、結婚式用はどれですか？固くしまってほどけない結び切りか、淡路結びだね。ほどけない方が縁起がいいんですね。そういうこと。色は紅白か金銀。本数は10本が正式とされるよ。水引きはわかりました。でも、同じ結び切りでも値段が全然違うんです。そこも大事な話でね。袋には角があって、中身と釣り合わせるんだ。釣り合わせる。中身が3万円なら、袋も3万円分ってことですか？そこまでじゃないよ。袋の値段は包む額の100分の1が目安。100分の1。3万円なら300円くらいの袋でいいんですね。そういう感覚だね。豪華すぎる袋に1万円だと、かえって浮いてしまう。なるほど。見た目と中身がちぐはぐだと、開けた方が困りますもんね。そういうこと。派手な袋ほど格上と覚えておけば選びやすいよ。あと、表に何て書くかも迷いました。印刷済みのもありますよね。あの上半分に書く言葉を表書きと言ってね。結婚式なら寿だよ。寿。おめでたい時によく見る字ですね。そう、ご結婚お祝いでもいいけど、迷ったら寿にしておけば安心。下の段には自分の名前を書くんですよね。フルネームでね、しかも。表書きより少し小さく書くのが決まり。大きさまで決まってるんですか？細かすぎませんか？祝いの言葉が主役で、自分は脇に控える。そういう考え方なんだよ。袋を開けたら、中にもう一つ小さい袋が入ってたんですけど。それが中袋だね。お札は直接じゃなくてそこに入れるんだ。その中、袋にも何か書くんですか？まっさらでしたけど。表に金額、裏に住所と名前。これは書き忘れる人がとても多いよ。金額まで書くんですね。自分でいくら包んだか宣言する感じで。宣言というより受け取った側の記録のためなんだ。記録。後日お返しを準備するとき、誰からいくらいただいたかがいるからね。ああ、確かに。書いてないと送った側も損しますね。そうなんだ。それとね、金額は漢数字の旧字体で書く習わしがある。旧字体。やたら画数の多いやつですか？そう。3万円なら、金3万円のように書く。書き換えを防ぐためだよ。1に1000を足して2にするみたいな悪さができないように。その通り。契約書と同じ発想だね。今は普通の漢数字でも問題ないよ。ちょっと安心しました。で、お札は新しいものがいいんでしたよね。そう、新札を用意する。銀行の窓口や両替機で変えられるよ。なんで新しいお札じゃないといけないんですか？この日を楽しみに前もって準備しましたという気持ちの表れだね。袋の準備はできました。あとはカバンに入れて持っていけば。待って待って。そのまま裸で入れると角が折れてしまうよ。ああ、確かにぐしゃっとなりそう。じゃあ何かに包むんですか？ふさという布で包むんだ。四角い小さな風呂敷みたいなものね。聞いたことはあります。でも、正直、持ってる人いるんですか？大人になると1枚は持つようになるよ。1000円くらいで買えるしね。そんなに高くないんですね。色は何でもいいんですか？ここが要注意。刑事と長司で選ぶ色が正反対になるんだ。出ました、正反対。お祝いの時は何色ですか？赤やオレンジ、桃色みたいな暖かい色を選ぶ。華やかな方だね。じゃあ、お葬式の時は紺や深緑、灰色みたいな寒い色。悲しみに寄り添う色を選ぶんだ。2枚買わないといけないんですか？それはちょっと痛いな。いや、いい抜け道があるよ。紫を選べばどちらにも使えるんだ。
紫は両方いけるんですか？それ、先に言ってくださいよ。ごめん。濃い紫なら年齢も性別も問わないから1枚で足りる。もう決めました。紫を買います。それで一生いけるんですよね。いけるよ。開き方だけ覚えておくといい。祝いは右、弔いは左から開く。次は服です。手持ちのワンピースで行くつもりなんですけど。色は何色？そこだけ先に確認させてね。白っぽいベージュです。上品だし、いけると思ったんですけど。それは危ないな。白は花嫁だけの色という決まりがあるんだ。でもベージュですよ。白じゃないですし、見ればわかりますよね。肉眼ではね。でも写真だと光を浴びて真っ白に映ることがあるんだ。え？写真？集合写真で花嫁の隣に白い人が2人いるように見えてしまう。うわ、それは申し訳ない。一生残る写真ですもんね。そう。だからシャンパン色や薄い銀色も避ける人が多いんだよ。わかりました。じゃあ、思い切って黒にしておけば安全ですか？黒も使えるけど、全身真っ黒だとお葬式みたいに見えてしまう。あ、そっちに寄っちゃうんですね。難しいな。黒を着るなら明るい色の羽織物や小物で花を足せばいいよ。なるほど。暗すぎず、白すぎず。中間を狙えばいいんですね。その感覚で大丈夫。あとは肌を出しすぎないこと。昼は特にね。そういえば、男の人はスーツを着ておけばいいんですよね。基本はそうだね。黒や恋紺。恋はいい色のスーツが無難だよ。じゃあ、黒いスーツに黒いネクタイでいけば完璧ですね。そこ、完璧じゃないんだ。黒いネクタイは弔いの印なんだよ。じゃあ、お祝いの席で真っ黒ってかなりまずいんじゃ。そうだね。だから結婚式では白か明るい銀のネクタイを選ぶ。同じスーツでもネクタイ一本で意味が反転しちゃうんですね。反転する。だから予備を一本カバンに入れておく人もいるよ。用意がいいですね。あ、靴はどうなんですか？黒の革靴でいい。飾りが少なくてきちんと磨いてあれば十分だよ。磨く。そこ、見られてますか？見ている人は見ているね。足元はその人の丁寧さが出る場所だから。怖いこと言いますね。今夜、早速磨きます。あと、カバンは小さめがいいよ。会場では手荷物を預けるからね。大きい荷物は預けちゃっていいんですね。受付の近くにクロークがある。身軽な方が写真も綺麗に写るよ。当日、会場に着いたら、まず受付ですよね。あそこが一番緊張します。わかるよ。でも順番さえ知っていれば10秒で終わる場面だよ。10秒。何をどの順番でやればいいんですか？まず、本日はおめでとうございます。と、お祝いの言葉を先に言う。お金より先に言葉なんですね。そう、そこ大事。それから、服さから袋を出して両手で渡す。袋の向きってどっちでもいいんですか？相手が読める向きにして渡す。字が自分の側を向いていたら回す。書類を渡すときと同じ考え方ですね。そう、全く同じ。その後、芳名帳に名前と住所を書く。芳名帳。名前を書く。あの分厚いノートですね。そう、最近は1枚のカードに書く形式も増えているよ。書き終わったらすぐ入っていいんですか？席次表を受け取って控室へどうぞ。それで受付は完了だね。言葉、袋、記帳。この3つの順番だけ覚えればいいんですね。それだけ。順番が体に入ると驚くほど落ち着いて動けるよ。もしスピーチを頼まれたらどうしよう。それも心配なんです。その時に一つだけ気をつけるなら、意味言葉を避けることかな。意味言葉。縁起が悪い言葉ってことですか？そう、別れや終わりを思わせる言葉だね。結婚式では避けるんだ。例えばどんな言葉が引っかかるんですか？切れる、別れる、終わる、変える、去るあたりが大丈夫かな。待って、終わるも使えないんですか？式は必ず終わるのに。だからお開きと言い換えるんだ。閉じるのではなく開く。うわぁ、言い方をひっくり返しちゃうんですね。
そこが日本語の面白さだね。悪い連想を良い言葉で上書きする。もう一つ、重ね言葉っていうのも聞いたことがあります。よく知ってるね。重ね重ね、たびたび、くれぐれもの類だよ。同じ音を繰り返す言葉ですね。なんでダメなんですか？繰り返すことが結婚を繰り返すことにつながると言われてね。ああ、再婚を連想させちゃう。それは確かにまずいですね。気にしすぎなくていいけどね。知っていれば自然に避けられるよ。さて、ここからがもう一つの方です。急に連絡が来たんですよ。ほーって、いつもと不然だからね。心の準備ができない。そうなんです。しかも、何を聞き返せばいいのかもわかりませんでした。そこはね、確認すべきことが決まっているんだ。4つあるよ。4つ。教えてください。通夜と葬儀の日時、場所、宗派、それから喪主のお名前だね。宗派まで聞くんですか？ちょっと踏み込みすぎな気がしますけど。でもね、宗派で袋の書き方が変わるんだ。だから失礼じゃないよ。あ、後で困らないための確認なんですね。そういうこと。案内文に書いてあることも多いから、まず読むといい。連絡をもらったとき、その場でなんて返せばいいんでしょう。この度は心よりお悔やみ申し上げます。で十分伝わるよ。長い一文ですね。噛まずに言える自信がないな。短くていいんだよ。この度はご愁傷様です。だけでも通じる。ご愁傷様。ふざけて使う人がいるやつですよね。冗談でも使われるけど、本来は深く痛む、とても丁寧な言葉なんだ。それで、通夜と刻別式ってどっちに行けばいいんですか？いい質問だね。まず2つの意味の違いから押さえよう。お願いします。正直、区別がついていません。通夜は家族や近い人が夜に集まって個人と過ごす時間なんだ。夜に。だから、夜を通すって書くんですね。そう、よく気づいたね。昔は夜通し明かりを消さずに見守ったんだよ。へえ。じゃあ、告別式の方は翌日の昼に行う最後のお別れの式。参列者が広く集まる場だね。昼だと仕事の人は行きにくいですよね。そこなんだ。だから今は仕事帰りに通夜行く人がとても多い。じゃあ、通夜だけでも失礼にはならないんですね。ならないよ。どちらか一方で構わない。というのが今の常識だね。ちょっと安心しました。両方行かなきゃと思っていたので。もちろん近い間柄なら両方に出る。そこは関係の深さ次第だね。親戚なら両方に行った方がいいということですね。そうしてあげると喜ばれるよ。人手がいる場面でもあるしね。お香典です。これもいくら包むのか、全く見当がつかなくて。友人や知人なら5000円から1万円が一つの目安になるよ。結婚式より随分少ないんですね。そうだね。お香典は遺族の負担を助け合うという考え方だから。助け合う。お祝いを送るのとはエコが違うんですね。違うんだ。もともとはお米や品物を持ち寄る風習だったんだよ。へえ、お金じゃなかったんですか？そう。急な出費で困る家に近所総出で支度を手伝ったんだね。それがお金に変わったのが今のお香典なんですね。そういうこと。だから無理をして多く包む必要は全くない。そこははっきり言い切れるんですね。言い切れるよ。むしろ多すぎるとお返しで相手に気を使わせる。あ、そうか。もらった側はお返しをするんでしたね。だいたい半分から3分の1を返す習わしでね。多いほど負担になる。じゃあ、相場から外れない方がかえって優しいんですね。その通り。ここは見栄を張らない方がずっと思いやりがあるよ。これも相手との関係で変わるんですよね。変わるよ。会社関係なら1万円から3万円あたりが一般的だね。会社関係。上司でも部下でも同じですか？後輩や部下の側なら5000円から1万円で十分とされているよ。若い人が無理しなくていいのはこっちも同じなんですね。同じだね。親族になると3万円から10万円と幅が広くなる。10万円？そこまで行くんですか？
親や兄弟だとね、近いほど葬儀そのものを支える立場になるから。なるほど。あとご近所さんの場合はどうなんですか？町内会などのお付き合いなら3000円から5000円が目安だよ。そこはぐっと下がるんですね。下がるね。あと、これは大事な注意だけど、割り勘はしない方がいい。割り勘。友達何人かで一つにまとめるやつですか？そう。3人で5000円ずつ出すならいいけど、5000円を3人で割らない。一人当たり1700円になっちゃうみたいなやつですね。そう。人数分の気持ちが薄まってしまうから、そこは一人ずつ出す。お札のことなんですけど、お葬式も新しいお札でいいんですか？そこがまさに正反対になるところだよ。新札は避けるんだ。え、逆なんですか？せっかく綺麗なお金の方が丁寧なのに。気持ちはわかる。でもね、新札は前もって準備した印になるんだ。あ、気づいた。結婚式ではそれが喜ばれる理由だったよね。楽しみに待っていましたっていう証拠でしたもんね。そう、それを弔いでやると、不幸を待っていたことになってしまう。うわぁ、ゾッとしますね。それは絶対に避けたいです。だからね、財布に入っていた普通のお札で構わないんだよ。もし新しいお札しか手元にないときはどうすればいいですか？真ん中に一度折り目をつけてから入れる。それで大丈夫だよ。折り目一本で意味が変わるんですね。ちょっと感動しました。でも、破れそうなほど古いお札はダメだよ。そこは失礼になる。新しすぎず古すぎず。ここでも中間なんですね。そうなんだ。丁寧さと控えめさの釣り合いを取る感覚だね。袋もお祝いのとは違うものを買うんですよね。違うよ。売り場も分かれているし、水引の色が真面目に見えて違う。お祝いは紅白か金銀でしたよね。じゃあこっちは黒と白、または銀と銀の組み合わせだね。色数がぐっと減る。見た目が一気に静かになりますね。そう、その静けさが弔いの印なんだ。派手さを全部削ぎ落とす。結び方はどうなるんですか？ここも蝶結びはダメですよね。ダメだね。ここも結び切りか淡路結びを選ぶことになる。あれ？結婚式と同じ結び方なんですね。意外です。いいところに気づいたね。理由も同じで、二度と会ってほしくないから。ああ、なるほど。繰り返さないでほしいという願いは共通なんですね。そこがつながると覚え方がぐっと楽になるでしょ。あります。あとは、ヘスの花が描いてある袋も見かけました。あれは仏式専用の印なんだ。だから他の宗教の時には使えない。絵柄でも区別があるんですか？危ない。選ぶところでした。迷ったら何も書いていない無地の袋。あれが一番広く使えるよ。で、表に書く言葉です。売り場に何種類も並んでいて混乱しました。一番よく見るのが御霊膳と御仏膳だね。この2つは使い分ける。似すぎてます。霊と仏。どっちがどっちか絶対に間違えそう。分ける印は時間なんだ。亡くなってから四十九日という区切りがある。四十九日。聞いたことはありますけど、意味は知らないです。仏教では亡くなった方が19日かけて仏になると考えるんだ。四十九日かけて。じゃあ、その間はまだ仏じゃないんですね。そう、霊の状態と考える。だからその間は御霊膳を使うんだよ。ああ、つながった。通夜も葬儀も四十九日より前だから御霊膳。その通り。そして四十九日の法要になると御仏膳に変わる。時計が進むと呼び方も変わるんですね。面白い考え方だな。面白いよね。日本語には時間で言葉が切り替わる場面が結構ある。じゃあ、今回のお葬式は通夜ですから御霊膳で正解ですね。そこで一つだけ大きな例外があってね。ここが要注意なんだ。例外。せっかく理解したのに崩れるやつですか？崩れないよ。ただ、宗派によっては最初から仏になると考えるんだ。最初から仏。じゃあ、その宗派だと御霊膳は使えないんですか？使わないんだ。浄土真宗では、通夜の時点から御仏膳を使う。浄土真宗。
日本では多い方の宗派ですよね。多いね。だからこそ間違いやすいところとして知られているんだよ。うわ、どうしよう。相手の宗派なんて普通は知りませんよ。そこでね、宗派を問わず使える便利な言葉があるんだ。あるんですか？それを最初に教えてください。ごめんね。ご香典と書けば仏式ならどこでも通じるよ。ご香典。もうそれ一択できます。覚えるのが一つで済みます。それでいいと思うよ。ただ、仏式以外の場合も知っておくと安心だね。神道やキリスト、教の場合ですね。それも違うんですか？違うよ。神式ならお玉串量、キリスト教式ならお花量と書く。玉串。信者でよく見る榊の枝のことですよね。そう。本来は枝を備えるところをお金で買えるという形なんだ。お花量も同じ発想ですね。花の代わりにお金をということですか？その通り。形は違っても根っこにあるのは同じ気持ちなんだよ。名前の書き方はお祝いの時と同じでいいんですか？位置は同じ。ただ、薄い墨で書くという習わしがあるんだ。薄い墨。わざと薄くするんですか？読みにくくないですか？涙で墨が薄まったという見立てなんだ。悲しみを形で表している。わ、そこまで込めるんですか？日本語って本当に情緒的ですね。そうだね。ただ、普通の黒いペンで書く人も今はとても多いよ。あ、そこは緩いんですね。ちょっと救われます。薄墨の筆点は文房具や奈良大抵置いてある。一本あると便利だよ。赤袋はこっちも書くんですよね。金額と住所。必ず書いてね。これは遺族にとって本当に大事な情報なんだ。さっき言っていたお返しのためですか？そう。香典返しを送るとき、住所がないと届けようがないからね。ああ、遺族が困っちゃいますね。ただでさえ大変な時期なのに。そこなんだ。葬儀の後って遺族はやることが山のようにある。じゃあ、書き忘れないことがそのまま思いやりになるんですね。まさにそう。作法って結局は相手の手間を減らす工夫なんだよ。受付の流れは結婚式と同じでいいんですか？骨組みは同じだね。言葉、袋、記帳。この3つの順番は変わらない。助かります。じゃあ、違うのは言葉の中身だけですか？言葉と声の大きさかな。ここは小さめの声で静かに伝える。軽くハキハキじゃないんですね。そう、そこは逆になる。この度はご愁傷様です。と控えめにね。さっき教わったやつですね。長い方も言えた方がいいですか？心よりお悔やみ申し上げます。ね、どちらか一つで十分だよ。覚えました。あと、袋は服さから出して渡すんでしたよね。そう。この時、服さを軽く畳んで、その上に乗せて渡すと綺麗だよ。お盆みたいに使うんですね。それ、かっこいいですね。そう見えるよね。慣れると自然にできるようになるから大丈夫。記帳も結婚式と同じように書けばいいですか？同じでいいよ。名前と住所を丁寧にゆっくり書けば大丈夫。ゆっくり。急がなくていいんですね。後ろに人は並んでいても、急いで汚くなる方が困る。丁寧さは必ず相手に伝わるものだよ。そしていよいよ昇降です。あれ？本当に自信がありません。大丈夫。順番があるだけだよ。まず3つの形があるのを知ってほしい。いつも増えましたね。簡単だよ。立ってやるか座ってやるか、香炉が回ってくるかの違い。ああ、場所によって変わるってことですね。そう。椅子が並んだか以上なら、立ったまま前に出る立蓮昇降だね。今時の葬儀場は、だいたいこれですよね。多いね。畳の部屋なら、膝をついたまま進む座礼昇降になる。立ち上がらずに進むんですか？それ結構難しそう。慣れはいるね。でも周りに合わせれば大丈夫。3つ目が一番楽だよ。香炉が回ってくるやつですね。そう、回し昇降。座ったまま隣から受け取って隣へ渡す。自分の席から動かなくていいんですね。それは気が楽です。
狭い会場や人数が多い時によく使われる形だね。どれになるかは言ってみないとわからないんですか？そうだね。でも必ず誰かが先にやる。前の人を見ればいいんだよ。じゃあ実際の動きを教えてください。前に立ったところから。まず遺族と祭壇に向かって軽く一礼する。ここが入り口だね。お辞儀からなんですね。いきなり手を出すのかと思ってました。挨拶が先。それから右手の親指と人差し指と中指で抹香をつまむ。抹消。粉になっているお香のことですね。そう。一つまみでいいよ。たくさん取る必要は全くない。その後が額に持っていくやつですよね。そう。目の高さまで上げて、額の前で軽く傾ける。おしいただくという。おしいただく。なんだか丁寧な言葉ですね。敬いを込めておしいただく。日本語の古い言い回しが残っているところだね。それから香炉に落とすんですね。静かに落とす。パッと投げないで、指を近づけてそっと離す感じ。音を立てないように。わかりました。最後はどうすれば？手を合わせて合掌し、もう一度遺族に一礼して席へ戻る。礼で始まって礼で終わるんですね。挟まれてる感じですね。いい表現だね。日本の作法はだいたいその形になっているよ。一番の疑問がこれです。あれ？何回やればいいんですか？正直に言うとね、宗派によって全部違うんだ。1回から3回まである。そんなにバラバラなんですか？覚えられる気がしません。例えばね、真言宗は3回。浄土真宗の本願寺派は1回だけ。同じ浄土真宗でも枝分かれがあるんですか？あるんだ。大谷派だと2回になる。曹洞宗も2回とされているね。もう頭から煙が出そうです。全部覚えるのは無理ですよ。覚えなくていいんだよ。実はね、回数はそれほど重視されていない。そうなんですか。あんなに細かく分かれているのに。総裁の団体もね、大切なのは個人を偲ぶ気持ちだと言っているよ。気持ち。じゃあ、回数を間違えても怒られないんですね。怒る人はいないよ。それに迷ったら1回で構わないと言われている。1回。もう、それでいきます。心を込めて、1回。それが一番いいと思うよ。あとね、浄土真宗だけ一つ違いがある。さっきの、最初から仏になるっていう考え方の宗派ですね。そう、あの宗派では、額に押しいただかず、そのまま香炉へ落とすんだ。服の話に戻していいですか？喪服って真っ黒ならいいんですよね。基本はそうだね。ただ黒にも種類があって濃さが違うんだよ。黒に濃さ。同じ黒じゃないんですか？野具の黒は仕事用のスーツより深い黒でね、並ぶと差が出るんだ。並ぶと分かっちゃうんですか？それは気まずいですね。気にする人は気にするね。でもツヤなら黒いスーツでも大丈夫だよ。ツヤは緩いんですか？なんでですか？急な知らせで駆けつけるからからね。整えすぎない方がいいとされる。そこも診察の話と同じ考え方ですね。準備しすぎない。よくつなげたね。まさに同じ発想が服にも現れているんだよ。あと、案内に平服でお越しくださいって書いてあったんです。それは一番の落とし穴だね。普段着だと思ったら大変なことになる。平らな服って書いてあるから楽な格好でいいのかと。そこがね、日本語の難しいところ。平服は薬礼装という意味なんだ。薬礼装。つまり、ちょっと崩した礼服ってことですね。そういうこと。地味な色のスーツやワンピースね。ジーンズは絶対ダメ。アクセサリーはどうすればいいんですか？全部外すべきですか？基本は控えるね。光るものは華やかさにつながるから避けるんだ。じゃあ、指輪も外した方がいいですか？鉄鋼指輪はつけたままで大丈夫。あれは装飾品とは見なさないから。よかった。じゃあ、真珠のネックレスはどうなんですか？真珠は使えるよ。ただし、丸い形で白か灰色か黒のものだけね。条件付きなんですね。珍しいデザインはダメですか？独特の輝きがあるものや珍しいデザインは避けるとされているよ。そもそも真珠を持っていない場合は
どうすればいいですか？何もつけなくていいんだよ。むしろそれが一番きちんとして見える。なしでいいんですか？慌てて買うところでした。買わなくていい。日本の着物の喪服ではそもそも何もつけないからね。ああ、元をたどればない方が正式なんですね。そういうこと。数珠も同じで、なければないで構わないんだよ。数珠は必須だと思ってました。仏教の道具ですよね。そうだけど、ないからといって失礼にはならない。借りる必要もないよ。受付以外でも何か話しかけられたらどうしよう。そこも避ける言葉を知っておくと安心だね。弔いにも意味言葉がある。こっちにもあるんですか？何を避けるんですか？同じ音を繰り返す言葉だね。重ね重ね、たびたび、またまたとか。あれ？結婚式で避けるやつと同じですね。同じ言葉なんだ。でもね、避ける理由がまるで違うんだよ。理由が違う。結婚式は再婚を連想させるからでしたよね。そう。こっちは不幸が重なることを連想させるから避けるんだ。うわ、そっちですか。同じ言葉なのに意味が反転してますね。面白いよね。あと、再び、続いても同じ理由で避けられるよ。なるほど。繰り返しを匂わせないということですね。そういうこと。それと、直接的な言葉も柔らかく言い換えるんだ。直接的な言葉？死ぬとかですか？そう。お亡くなりになる。ご逝去と言い換える。生の言葉は避ける。ご逝去。ニュースで聞く言い方ですね。そう。あとね、これだけは覚えてほしいという言葉があるんだ。何ですか？改まって言われると緊張します。遺族に何を言えばいいかわからないときは、言い切らなくていいんだよ。言い切らない。途中でやめちゃうってことですか？そう。この度は、何と申し上げてよいかで止める。それでいい。そこで止まっちゃったら変じゃないですか？変じゃないんだ。むしろ、それが一番丁寧な形とされているんだよ。どうしてですか？全部言った方が気持ちが伝わりそうですけど。言葉にならないほどの悲しみですという意味になるからね。うまく言えないこと自体が気持ちの表れになるんですね。そうなんだ。日本語にはそういう余白の使い方があるんだよ。余白。言わない部分に意味を持たせるんですね。そう。学習者にとっては難しいけど、知ると一気に楽になる考え方だね。楽になります。長い言葉を丸暗記しなくていいんですから。そういうこと。上手に話す必要はない。そこにいることが挨拶なんだ。そこにいることが挨拶。なんだか救われる言葉ですね。外国から来た人ほど遠慮して足が向かないと聞くけどね。そういえば、案内に家族葬で行いますって書いてあったら。最近とても増えているやり方だね。家族と近い人だけで送る葬儀のことを。その場合、行っていいのか、行かない方がいいのか迷いますよね。迷うね。基本の考え方はね、遺族の意向を尊重するこれに尽きるんだ。つまり、呼ばれていないなら行かない方がいいということですか？そういうこと。家族だけで静かに過ごしたいという願いの表れだからね。なるほど。良かれと思っていくのが逆に負担になるんですね。なることがあるんだ。どうしても近い間柄なら、先に電話で確認するといい。聞いてから決めるんですね。それなら押し付けになりませんね。そう。あとね、最近は、香典恥辞退しますとか書かれることも多いよ。辞退。受け取りませんという意味ですよね。それ、困りませんか？困る人は多いね。でも書いてあったら本当に持っていかなくていい。手ぶらでいいんですか？それは、さすがに気が引けます。気持ちはわかる。でも無理に渡すとお返しの手配が増えてしまうんだ。ああ、そうか。辞退するのも、こっちを気遣ってのことなんですね。そういうこと。それでも何かしたければ、教科や後日の弔問という手がある。もう一つ心配なことが。知らせが届かなくて、後から知った場合は。あるよね、それ。家族層が増えてから特に多くなった悩みなんだ。やっぱりそうですか。連絡が来なかったのはなんでだろうと思いました。そんなことないよ。知らせる範囲を絞るのが今は苦痛になっている。そう聞くと
少し気が楽です。それで、後から何をすればいいですか？まず、遺族に連絡を取って、伺ってもいいか尋ねるところからだね。いきなり尋ねちゃダメなんですね。ダメだね。片付けや手続きで家の中がまだ落ち着いていないから。確認してから伺う。その時、香典は持っていくんですか？持って行っていいよ。ただし、辞退していないかを先に確かめてね。ああ、そこがさっきの話とつながるんですね。つながるね。それと、表書きが変わる場合があるから気をつけて。あ、四十九日を過ぎていたら。そう、ご仏前になる。ここで今日の知識が生きてくるわけだね。うわ、つながった。時間で言葉が変わるってこういうことなんですね。そういうこと。遅れて知っても弔う気持ちに期限はないからね。ここで一つ、今日の話が全部ひっくり返る例を紹介しようか。ひっくり返るんですか？今から覚え直しは勘弁してください。大丈夫。北海道の結婚式は会費制が主流だという話なんだ。会費制。飲み会みたいに決まった金額を払う形ですか？まさにそう。招待状に金額がはっきり書いてあるから迷わなくていい。それ、めちゃくちゃ助かりますね。いくらくらいなんですか？札幌あたりだと1万5,000円から1万8,000円くらいが多いそうだよ。3万円よりずいぶん軽いですね。若い人には嬉しい形ですね。そうだね。しかもここからが面白い。袋に入れなくていいんだ。あんなに袋の話をしたのに。そうなんだよ。財布から出して受付で直接そのまま渡す。なんだか拍子抜けするくらい簡単ですね。理由はあるんですか？受付で人数分の金額が合っているか、その場で数える必要があるからね。ああ、袋から出す手間が省けるんですね。合理的だな。診察もいらないんだ。相手の目に触れないから意味がないからね。同じ日本なのに、ここまで違うんですね。地域って本当に深いです。もし、どうしても葬儀に行けないときは、どうすればいいんですか？仕事や距離で行けないことは誰にでもあるからね。方法は3つある。 3つ。教えてください。弔電を送る、香典を郵送する、後日改めて訪ねる。この3つがね。弔電。式で読み上げられる電報のことですか？そう。郵便局や電話会社のサービスで当日までに届けてもらえる。文章は自分で考えるんですか？それが一番難しそうですけど。定型の文がずらっと用意されているから選ぶだけで大丈夫だよ。ああ、それは助かります。日本語で弔いの文章なんて書けません。無理に書かなくていいんだ。宛先は喪主の名前で送るのが決まりね。ああ、亡くなった方じゃなくて喪主宛てなんですね。そう、式を取り仕切っている人だからね、そこは間違いやすいところだよ。覚えておきます。あと、後日訪ねるっていうのは、落ち着いた頃にお線香をあげさせてくださいと連絡を入れるんだ。落ち着いた頃、すぐじゃない方がいいんですね。直後は本当に忙しいからね。少し時間を置く方がずっと親切だよ。香典を送るって普通の封筒で送っていいんですか？ダメなんだ。現金を郵便で送るときは必ず現金書き留めという方法を使う。現金書き留め。名前は聞いたことがあります。郵便局の窓口で頼む方法でね、専用の封筒があるんだよ。専用の封筒。それを買ってから中に入れるんですね。そう。しかも袋に入れたままその封筒に収められるようになっている。あ、袋ごと入るんですか。それは便利ですね。便利だよ。表書きも名前もいつも通り書いておけばいい。じゃあ、それをそのまま送れば終わりですか？一つだけ足してほしいものがある。短い手紙を添えるといいんだ。手紙。何を書けばいいんですか？それも難しそうです。いけないお詫びとお悔やみのことが2行でいいんだよ。2行。それなら何とか書けそうです。書けるよ。やむを得ず伺えませんと入れれば事情は伝わる。あ、結婚式の欠席と同じ言い回しですね。そう、使い回せる表現なんだ。覚えておくといろんな場面で助かるよ。ここまで教わって正直ちょっと不安になってきました。どうして？
だいぶ整理できたと思うけど。地方によって全然違うって聞いたことがあるんですよ。それは本当だね。同じ日本でも地域で随分作法が変わるんだ。例えば、どんな違いがあるんですか？香典返しをその場で渡す地域もあるし、金額の相場も土地で違う。じゃあ今日教わったことは通じないこともあるんですか？骨組みは全国どこでも同じだよ。変わるのは細かい枝葉の部分だね。幹は共通なんですね。それなら覚えた甲斐があります。あるよ。それにね、こういう時に使えるちょうどいい言葉があるんだ。何ですか？郷に行っては郷に従え。その土地に行ったら、その土地の流儀に合わせる。いい言葉ですね。自分で判断しなくていいのが楽です。そうなんだ。困ったらその場にいる人の真似をする。それで十分。真似をする。それって失礼にはならないんですか？ならないよ。むしろその家のやり方を尊重している証拠になるからね。会社の人が関わるときって勝手に動いていいんですか？そこはね、まず周りに確認するのが正解だよ。単独では動かない。なんでですか？早く出した方が丁寧な気がしますけど。会社ではね、部署でまとめて出すことがとても多いんだよ。じゃあ個人で出すと二重になっちゃうんですね。そうなんだ。しかも金額を勝手に決めると周りが揃えにくくなる。なるほど。じゃあ誰に聞くのが正解ですか？同じ部署の先輩か総務の担当者だね。この2択で間違いないよ。聞き方はどう言えばいいですか？お金の話って切り出しにくいです。どのようにするのが慣例でしょうかと聞けば角が立たないよ。慣例。今までどうしてきたかっていう意味ですね。そう、金額を直接聞くよりずっと自然に響く言い方なんだ。これ明日から使いますね。メモしておきます。使ってみて。それとね、連名で出す時の書き方にも決まりがある。何人かの名前を並べるときですね。3人までなら横に並べる。4人以上は一同とまとめるのが普通だよ。もう一つ聞きたいことがあって、宗教が違う場合はどうすれば？大事な質問だね。日本にはいろんな国から来た人が暮らしているから、自分の信仰があると手を合わせていいのか迷いますよね。迷うよね。でもね、無理に同じことをする必要は全くないんだよ。焼香もしなくていいんですか？しなくていい。祭壇の前で静かに頭を下げる。それで気持ちは伝わる。頭を下げるだけ。それならどの国の人でもできますね。できるよね。実際その形で参列する人は昔からいるんだ。ちょっと気持ちが軽くなりました。断ってもいいんですね。いいんだよ。事前に一言伝えておくともっと安心して立てるよ。なんて言えばいいですか？佐野が立たない言い方がいいな。宗教上、将校は控えさせていただきます。で、十分伝わるよ。控えさせていただく。柔らかい断り方ですね。そう。断るというより遠慮するという形になるからね。日本語らしい引き算の表現ですね。うまいこと言うね。断りの言葉ほどこの形が効いてくるんだよ。式の後、食事の席に呼ばれることもあるんですよね。あるね。葬儀の後の食事は精進落としと呼ばれることが多いよ。精進落とし。不思議な名前ですね。昔は肉や魚を断つ期間があってね。それを終える食事だったんだ。精進料理の精進ですね。落とすっていうのは解くという意味か。その通り。今は来てくれた人をもてなす席という意味合いが強いね。そこではどんな風にしていればいいんですか？個人の思い出を静かに話す場だよ。笑い声が出ても構わないんだ。笑ってもいいんですか？それはちょっと意外です。いいんだよ。楽しかった話を分け合うのも立派な弔いだからね。そう聞くと少し気持ちが楽になりますね。ただし、大声や仕事の話は避けたい。あくまで個人が中心の席だからね。わかりました。声の大きさがここでも鍵になるんですね。いいところに気づいたね。弔いの場は全部が控えめの方に触れているんだ。色も音も光も全部を静かな方に寄せるんですね。
まとめるのが上手だね。その一言で今日の半分は説明できているよ。正直に言うと、まだ間違えそうで怖いです。そうだよね。でもね、私も最初の頃は随分間違えたよ。え？そんなことがあるんですか？もちろん。表書きを書き間違えて、袋を買い直したこともある。ああ、それは私もやりそう。ペンで書いちゃったら直せませんもんね。直せないね。だから予備を1枚多く買っておくと、心に余裕ができる。なるほど。保険ですね。それ、今日買いに行きます。いい判断。それとね、多少間違えても、責める人はまずいないんだよ。本当ですか？みんな、じっと見ている気がします。見ていないよ。参列した人は、来てくれたこと自体をありがたく思う。来たこと自体。形より、そこなんですね。そこなんだ。作法は気持ちを伝えるための道具でしかないからね。道具。目的じゃないんですね。そう、道具に振り回されて、行くのをやめる方がずっともったいない。うわ、それは確かに、行かない方がよっぽど失礼ですもんね。その通り。だから、迷ったら行く。それが一番いい判断だと思うよ。今日いろいろ教わって、一つ気づいたことがあるんです。何？聞かせてよ。書く方の理由が全部相手のためなんですよね。自分のためじゃないんだって。いいところに気づいたね。まさに、そこが根っこにあるんだよ。住所を書くのはお返しのため。金額を抑えるのも相手の負担のため。そうだね。診察や休札の話も結局は相手の気持ちを考えた結果だし。じゃあ、迷った時は相手がどう感じるかで決めればいいんですね。それが一番確実な物差しだね。細かい決まりを全部忘れてもいい。忘れてもいいんですか？ここまで教わったのに。忘れないでほしいけどね。でも、迷った時の帰る場所はそこなんだ。帰る場所。そう。そしてその考え方をそのまま言い表した言葉があるんだよ。あるんですか？それ絶対に知りたいです。今日のキーフレーズにしようと思っていた言葉でね。短いよ。短い。3文字くらいですか？もっと短く感じるかもしれない。じゃあそこから話そうか。ちょっとここで一度整理してみようか。はい、お願いします。今日覚えて帰ってほしい言葉は、気は心。気は心。わずかなものでもそこに真心がこもっているという意味だよ。少しでも気持ちが入っていれば価値があるということですか？その通り。金額の大きさじゃなく、込めた気持ちが本体なんだ。すみません。もう一度言ってもらえますか？いいよ。気は心。わずかでも真心がこもっていれば十分。染みますね。今日の話、全部これにつながってた気がします。つながるね。使い方も見ておこうか。人に何か渡すときに添える言葉なんだ。例えば、どんな風に言うんですか？少しですが、気は心ということで。これで控えめに差し出せる。ああ、少ないことを先に認めちゃうんですね。潔いですね。そう。その一つ、自分に聞かせるときにも使えるんだよ。自分に。どういう場面ですか？気は心だからこれで十分だ。無理をしない自分を許す言葉だね。それすごく救われます。背伸びしなくていいんだって思えます。じゃあ声に出して言ってみようか。用意はいい？はい、行きます。3、2、1。気は心。いい響きだったよ。今度は少しゆっくり言ってみようか。気は心。上手。その一言が出てくればもう手ぶらでも怖くないよ。今日は本当にありがとうございました。頭の中が片付きました。よかった。全部を完璧にやろうとしなくていいからね。はい。相手がどう感じるかで決める。それだけ持っていきます。それで大丈夫。それとね、慣れない場所に行くこと自体が立派だよ。そう言ってもらえると、来月が少し楽しみになってきました。いい変化だね。皆さんも今日の言葉をどこかで使ってみてください。使ってみてくださいね。今日も最後までありがとうございました。